マスターの雰囲気とかお店の感じとかいいなっていう。いいね。カウンターで食べることないもんね、外でね。待ちきれなかった。いいよ。席だったらもうどこでも大丈夫です。だしもうまいし、文句のつけどころはないですね。最高です。これ30時間なんですか。やるしかない。30時間。応援してます。ありがとうございます。頑張ります。寝ずに。揚げたての天ぷらってこんな美味しいんだと思ってもらえれば一番嬉しいですね。いい匂いしてるわ。ありがとうございます。めちゃくちゃいい匂いしてるわ。心から温まったよみたいなことを言ってくれた時はすごいやっててよかったなって思いましたね。何の仕入れに行くんですか？アスパラの仕入れに行きます。すみません、わざわざ。いいえ、とんでもないでございます。いいです。めっちゃ立派な。太め入れときました。めっちゃ重量すごいですね。仕事ある。お邪魔します。これアスパラ。そうだよ。なんですか。もう今春の養分がもう冬に溜まってるんで、冬に溜まった養分がなくなってくるともう出てこなくなっちゃうんで、収穫せずに放置するとこれになるんですよ。こいつが葉っぱつけてるんで光合成して夏のアスパラになっていく。下から子供たちが出てくるのが夏のアスパラで、これ春のアスパラなんで、冬に溜まった養分なんで甘さとかみずみずしさとか太さとかっていうのはしっかりしてる。ありがとうございます。とんでもないです。よろしく使わせていただきます。またよろしくお願いします。香西とあそこめちゃくちゃ熱あって、発電機だけ必要って話。40個入りの水にはい10パック。感じで。そうなんですね。1個お願いします。こだわりみたいなのあるんですか？卵で。農場の生産の方で餌の管理とか水にこだわってて、そこで生食のうずらを食べてもらうためにうずらを育ててます。でそのうずらを僕たちは茹でてるので卵が美味しい。黄身の味もしっかりしてる。生食も他の他社さんのメーカーさんがいっぱいいる中で食べ比べをするとうちの卵の方が濃厚なので、もちろん生卵も買います。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございます。包丁使いも洋食なんですね。使ってる包丁が牛刀なんで、和食の包丁も持ってて、その時はその通りの動かし方になります。包丁に合った動かし方でやってるまでです。仕込みは何人分ぐらいのを想定して仕込まれるんですか？普段は多くても150人分ぐらいとかですけど、今回は30時間営業なんで400ぐらいを想定して。普段の3倍近くですね。見た目が華やかになりますね。まずね、こう乗せるんですけど、うどんに対してワンからこうパーッと広がってる感じ、こう受け取った時にね、美味しそうとかボリューミーだなって感じれる。これ知ってました？斜めに切った方がかっこよく切れるって。こっちの方が可愛くないですか？なんか丸消しって奥から出てきて違うなと思って、一回外出ますわ。室とかも室入ってますか？入ってます。それなりに炊いて、魚臭さえぐみみたいなのをあえて出して、力強い出汁
目指して作ってます。揚げたての天ぷらをそのまま乗せてますんで。注文があったら揚げるって感じなんですか？そうですね。なかなか揚げたての天ぷらを食べれる場所ってそんなにないかなと思ってて、いいお店行けば食べれますけど、揚げたての天ぷらってこんな美味しいんだと思ってもらえれば一番嬉しいですね。最近始めて、どうですか、反応は皆さん。毎回売り切れになっちゃうんですけど。じゃあ人気商品の一つですか、今。そうですね。最近はちょっと毎回どこにでも持っていくようにしてて、一瞬何これってなるんでしょうね。豊橋店みたいな。とんでもなく立派ですもんね。ですよね。6時間ごと特別天ぷらみたいな時間帯別天ぷら作ろうと思って、まあ天ぷらじゃないけどアスパラ生半丸春巻きをやろうかなと思って、こんだけの大きさがあった方がちょっと特別感出るかなと思って。じゃあグランドメニューではないんですね。そうですね。大体こういう時にいろいろ考えて試作してグランドメニューになったりすることもあるし。大村さんはおいくつですか？今27歳になります。高校出て大阪の調理師学校に行って、その後ちょっとフレンチを学びにフランスに行き、ちょうどコロナの時期で強制帰国になって、でその後名古屋の会社に勤め、でちょっとうどんとかだしとか天ぷらを修行する機会があって、地元に帰ってきて現在に至るって感じですね。フランスは累計でどのぐらいいらっしゃったんですか？勉強というか。もう半年ですね。1年いる予定だったんですけど、レストランに研修で入った途端にコロナになっちゃって。コロナなければ今でもじゃあフレンチの料理人だったんですかね？いやー違うと思いますね。大勢がキッチンにいる厨房にいながら楽しくないなってずっと思ってたんで、調理学生の時に同じことを調理実習の時に感じてて、自分の輝ける場所じゃない気がするなってなんとなく思って、その時に高校生たちに調理学校こんな感じですよって紹介するためのオープンキャンパスがあって、そこでこう人とコミュニケーション取りながら料理作るみたいなのがそっちの方が向いてるかなと思って、その後に料理教室の講師をちょっとやったんですよ。こっちの路線だなって思って、人と触れ合いながらの方が前に出てた方がいいのかなとか思って、その後にフランスに行ったんで、やっぱりちょっとしんどいなと思って。じゃあ今の屋台うどんっていうスタイルは大村さん的には合ってるというか？合ってると思います。思いたいですね。やってよかったですか？そうですね。やってよかったです。楽しいし、合ってるなとも思いますし。返しはちょっと甘めで砂糖みりん多めで作ってます。大阪でうどんいっぱい食べた時に好きなお店が甘めだったんですけど、よく白だし系とかありますけど、天ぷらとコシのあるうどんと合わせた時にうまいってなるのがちょっと甘めの醤油系のだしだったんで、僕の好みに合わせてこう全部作ってますね。例えば冬のイベントとかだとあったかいこう汁物とかで食べれることが結構少なくて、ホットスナックとかホットフードはあってもあったかい汁ってあんまないんですよね。寒いイベントに来てくださったお客様に提供して心から温まったよみたいなことを言ってくれた時はすごいやっててよかったなって思いましたね。
れグランドメニューですか？今回の初出しの特別メニューですね。目新しさとでもなんかはちゃめちゃやっていいわけでもないし、バランスが難しいなと思いつつも楽しんでやってますね。これもフランスの塩なんですけど、これはフルール・ド・セルって言ってゲランド塩、モン・サン・ミッシェルとかのあたりで取れるようなお塩ですね。これ絶対うまいですよね。モッツァレラチーズ餅。でかいっすね。そうですね。まあちょっと今回は驚いてほしいんで、天ぷらで。なんか参考にするというよりはひらめきの方が多いですか？プライベートで料理会をやるんですよ。パーティーみたいな。それは自分の料理の勉強も兼ねてるんですけど、沖縄料理会とかちゃんと勉強するんですよ。沖縄料理のルーツとか。その時にこのなんか食材の組み合わせ思いつかなかったけどめっちゃ美味しそうだなとか、そこから着想を得ることとかが多いかもしれないですね。お餅にモッツァレラチーズくるむっていう着想はどこからですか？僕の好きなものを合わせただけです。餅がとにかく好きで、もちもちしたものが好きなんですよ。特別感があって好きなもので、そもそもお餅天ぷらっていうのがあるんですけど、メニューで結構人気なんですよね。お餅でなんかできないかなって考えてた時にモッツァレラチーズが浮かんだって感じですね。500枚ですか？はい。甘く見積もっちゃうんですよ、いろんなことを。今営業スタイルとしてはイベントに出店っていうのがベースになるんですかね？そうですね。じゃあ決まった営業日とかはなく、今日営業しますっていうのはどういった形で皆さんに告知するんですか？例えば5月のスケジュールだったら4月の末ぐらいに5月はこんな感じです出店しますよっていうのをインスタグラムの方でカレンダーを出して場所とか時間とかそういったものを情報を載せて投稿してますね。何点ぐらいですか？自己採点。常に0点です。やっぱ基本が0なんで雰囲気だけで。うどん以外にも他の業態みたいな、月1なんですけど中華そば屋台ズズズっていうのをやってまして、昔ながらの中華そば屋台の雰囲気で外気にさらされながら中華そばをすすっていただくっていう業態はやってます。おはようございます。よろしくお願いします。あ、2台並べてもうここをライトにしたいなみたいな、ここで買うぐらいの感じがいい。なるほど、こっち向きでってこと？そう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 。感謝を伝えたい方とかっていらっしゃいますか？その方がいなかったらこのうどんはなかったって思える方が一人いて、このトレーラーを作る事業をされてる社長さんがいて、うどんをやり始める前から知り合いだったんですけど、僕がちょっとこう仕事の方でちょっと病んでしまって、それがきっかけで仕事を辞めた時にトレーラー貸してやるからやってみるかって言ってくれて、会社も辞めてどうしていこうと思ってる時にそうやってチャンスをくださっ
、ある意味やるしかないみたいな、でそのチャンスに乗ってやり始めてっていう流れなんですけど、その社長には本当感謝してもしきれないぐらいの気持ちがありますね、やっぱり。屋台トレーラーやり始めて、感動したとかモチベーションになったなみたいな出来事ってありますか？さっき言った社長の息子さんに、僕がこれトレーラーやり始める前の病んでた時とやり始めて景気づいてきた時2回お会いしてるんですけど、人間が変わったように表情も違ったし、同じ人とは思えないって言ってたみたいなんですよ。この授業を通して非常にこう自分がしっかり成長できたのかなって感じられるエピソードでしたね。それはすごい嬉しかったです。今日どういうイベントか簡単に。バックヤードさんが5周年迎えられたということで、それを記念して30時間営業やるということで、それちょっとお供させていただく形になりました。僕も30時間連続で営業してっていう形ですね。5月の15日の18時から次の日の23時59分までっていう感じです。僕は初め24時間って言ったんですよ。ゴールデンタイムを2回こなしたいって言うから30時間まで誰がそれをあいつが言ったじゃん。お前が30時間にしたのか。お前絶対寝るなよ。バックヤードさんどういう施設なんですか？イメージ的には有料の公民館みたいな感じで、入場料制500円であとご自由にって感じです。それを週に2日夜やってるんですけど、なんでうどんのゆうすけも初めはお客さんで来て、うちのお客さんが売ってるトレーラーを買いみたいな、僕らも応援してみたいな、なんでよくここでラーメンもうどんも出してくれてる感じですね。どういった方が集まるんですか？高校生も来ますし、最高齢87歳のおじいちゃんも来ますし、でもやっぱりインスタでしか告知をしないので、インスタ見た20代30代の子たちが結構来たりしますね。自分と全然属性の違う人たちと出会ってみたいな。年配の方たちは若者と話して楽しいし、性別も年齢もバラバラでって感じですね。応援してます。ありがとうございます。頑張ります。寝ずに。はい、頑張ります。着替え4枚にお色のどういうことってならないと思うんで、お客さんが。あざす。倒れんように。いい？あ、いいじゃない。今から30時間営業を開始したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、行こう。よーい、ドン。くじけそう。順番間違えた。おい、やりますか。綺麗に1、2、3、4。とか大変だろでも。頑張ろうね。すみません、お待たせいたしました。営業スタートいたしますので、ご注文お伺いいたします。はい。ちくわ天と舞茸天。前だけでありがとうございます。おうどん熱か冷やかどうされますか？熱で。アスパラ春巻き。アスパラ巻き。ありがとうございます。宝くじの一番のと一番の番号だ。少々お待ちください。魅力みたいなのを教えてもらってもいいですか？魅力珍しい揚げたての提供っていうのが一緒。だしもうまいし、文句のつけどころはないですね。はい。全部見られるんだ。僕
僕の字がちょっと達筆すぎて。そうです。お待たせしました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。ごゆっくり召し上がってください。生ハムのチーズも入ってるんで、塩気がそのままでもいい可能性があるんで、ちょっと試してみてください。僕エビとエビとナス。エビとたい焼き。これはシークレット天ぷらって言って、大きいやつ。じゃあそれください。日本でよろしいですか。ありがとうございます。エビセットのおうどんなんですか、冷やか。そうです。全部やっぱりこう。うまいです。ありがとうございます。個人的にはありがとうございます。あ、おいよかった。美味しいですよね、そのアスパラ。甘い。こっちからお渡しでもいいですか。はい。すみません。お待たせしました。これそこあっち座ってあかんの？あ、ぜひいいですか。はい、大丈夫ですよ。あれこれ何？気をつけてください。ありがとうございます。何時ぐらい？僕はただのわからない常連なので遊びに手伝ってみたいな。で僕も一緒に30時間おるみたいな。SNS になんか上げれるショート動画みたいなやつでネタをやりましょうみたいな。でそれがさっきの一発目のハンバーガー、みんなで大縄跳びだとか、そういうレクリエーション企画を僕は3時間に1回やるつもりです。はい。ナスとルアーで。はい。豊橋鉄と。結構ね、大きいんで。長いですね。そうなんですよ。じゃあ1個。1個で。ありがとうございます。体に染みる一杯を。ありがとうございます。いつもはい。こちらの方に助かります。お待たせしました。ありがとうございます。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうね。うまいっすよね、アスパラ。たい焼き。うどんの上に
ありがとうございます。ごゆっくり召し上がってください。いただきまありがとうございます。何でもあげちゃう。冷たいのにエビにも卵とエビ普段乗せるんですけど、この上に別盛りも大丈夫ですよ。エビと T はないの？冷たいの。ありがとうございます。今月もズズズとかあるんで、ちょっと怪我だけしないように気をつけます。ありがとうございます。ごゆっくり食べてください。大変お待たせいたしました。お願いいたします。天ぷら2種類ずつですね、お好きなものをお選びいただけますか。エビとちくわ。エビとちくわで。エビとちくわで。美味しい天ぷら作るために気にかけてることってあるんですか？温度と粉の状態はよく見てますね。この2つがすごい大きい要素だと思ってるんで、あとすごい高級店でカウンターで天ぷらを出すっていう場所ではないからこそ、食材に対してなるべくこの営業中に簡単に美味しいところまで持っていけるかっていうところは気をつけてます。例えばかぼちゃとかさつまいもとかはあらかじめ低温でじっくりこう火入れといて柔らかくなったものをさっと揚げて出すとか、すごく手間のかかりそうな天ぷらは除いて、あんまりいろんなものに手出しすぎないように、オペレーションでぐちゃってならないところまで考えてメニューは組み立てるようにしてます。ありがとうございます。温かいおうどんがお2つですね。気をつけてお持ちください。ありがとうございます。いつかわかるよ。失礼します。ちょっと髪切られましたよね。ちょっと短くなってますね。おかわりないですか？全然。ラメセットのかしわと半熟卵で。18時から12時の限定のアスパラ巻きはよろしいですか？お願いします。ごめんなさい、後ろから失礼いたします。お待たせしました。はい。ありがとうございます。はい。ごゆっくり。あ、お箸。すみません。なんかそうですね。うどんさんは何回目ですか今日4、5回ぐらいかな。月1で大体来てましたね。魅力みたいなものって何ですかね？美味しいのもありますけど、マスターの雰囲気とかお店の感じとかいいなっていう感じ。今日は天ぷら何頼まれたんですか？半熟卵とかしわとでアスパラですね。アスパラもう食べられました？今食べましたけど美味しいですわ。美味しいですか？美味しい。ありがとうございます。お気をつけて。注文していいですか？はい、こんにちは。かけうどん2つとかしわ天を2つ、半熟卵1つとちくわ1つとナスと舞茸もください。舞茸、ありがとうございます。お得は並セットございますので、並セットを2つと天ぷらの単品を2つで計上させていただきますね。うどんっていう名前特徴ですけど、あるんですか意味が？店の名前ですごい迷ってどうしようかなって思った時に、とりあえずうどんに詳しくなろうと思ってウィキペディアとかいろいろ見てて、江戸の言葉とか昔の言葉でうどんのことをうんどんとかんどんって言ってたらしいんですね、昔。東海道53次の絵とかにもね、こう屋台のところにうんどんって書いてあったりするんですけど、「ん」から始まる言葉ないよな、結構インパクトあるなと思って、可愛いしこれにしちゃおうと思って、そしたらみんなに「うどんだって」みたいな「うどんじゃないんだ」とか言って茶化してもらえるんで、ありがたいなと思って。何周年でし
したってことはやっぱり俺ハンバーガー木立っていう店知ってますうどんさん利用されることあるんですか？いや初めて来ました。何で知って？インスタで見てずっと知っててずっと来たくて。そうなんです。この辺の方ですか？原の人です。じゃあ結構そう走ってきました。お味どうですか？美味しいですよ。ごちそうさまです。ありがとうございます。明日朝かまた昼来ます。じゃあお待ちしてます。ありがとうございます。ちょっとシークレット天ぷらもまだ変わりますんで。わかりました。ありがとうございます。あ、これ間違えた、ごめんなさい。失礼しました。これ30時間なんですか？そうなんですよ。見てきました。あ、そうなんですか。ありがとうございます。いつもはラーメンの方で来ますけど、ありがとうございます。うどんも食べたくなってやるしかない30時間。並セットに大エビ天と舞茸と柏天、厚でこのアスパラもいいですか？あ、それもありがとうございます。半熟卵、半熟卵ももりもりですけど大丈夫ですか？あ、もちろん大丈夫ですよ。大エビ400円、アスパラ500円。ズズズでもちょっとの方のアカウントでもちょっと告知したんで今日のことをうどん食べに来たよって言ってくれました。大エビ。ああ、なるほど。あ、まあまあ、推し活だよねって言ってる。あ、犬市場は早いんです。冷凍うどん使ってるんですけど、キッチンカー内でのオペレーションで冷凍うどん採用してるっていうのと、冷凍うどんの中でもちょっと5食ぐらい食べ比べて、出汁がいりこ臭い、魚臭い、味の強い出汁を採用してるんで、それに負けないしっかりしたコシがある冷凍うどんをちょっと食べ比べて決めたって感じですね。これ食べても大丈夫ですか？あ、大丈夫ですよ、もちろんです。ぜひ調味料が良かったらおすすめください。ありがとうございます。美味しいですか？美味しいですね。ズズズでいつも来てるんですけど、うどん初めてです。あのスープのお店なんで美味しいだろうなっていうのを思って一度食べたいっていうことで。ズズズも美味しいですか？リピートしてます。ズズズさんもそうですけど、うどんさんとかのなんかそういった魅力とかって何か教えてもらってもいいですか？今食べて思ったのはやっぱり揚げたてっていうのがこれ強いですね。やっぱりサクサクの衣で食べれるのはありがたいですね。本当に今目の前で揚げられてたのが1分以内でまず一口目が食べれるっていうのはなかなか体験できないと思うんで、あと舞茸の天ぷらやっぱいいですね。美味しいですか？美味しいです。かけうどんを一つと、並セット二つ、半熟卵と舞茸、かしわとナス、これも一つ追加。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。はい、おうどんと、ありがとうね。いただきます。かけうどんも一つと、ありがとうございます。カウンターとして使っていただいても大丈夫ですか？塩はここにあるよ、塩。そこで食べる。いいね。カウンターで食べることないもんね、外でね。待ちきれなかったいいよ。食べていいよ、食べていいよ。美味しい。屋台うどんなんかないもんね。お腹空いてたの。売ってた、いっぱい売ってたんですけど、今なの。びっくりするぐらい立派なアスパラですよね。本当にこんなの見たことないから。うまい？柔らかいよね。うまいよ。どうだった？美味しい。ありがとうございました。ありがとうございます。また来ますんで。ぜひまたお待ちしてます。ありがとうね。すごいいい感想をありがとう、本当に。頑張ってください。ありがとうございます。お気をつけて。タンパク質野菜でいきましょう。おうどん熱か冷やかどうします？あったかめで。あったかめ。わかりました。
でこれマチコ先生ね。お願いします。はい。ありがとうございます。チャス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 。じゃあケンちゃんが大村さんが一番こだわってる部分とかって何になりますか？揚げたての天ぷらですかね。やっぱ揚げたての天ぷらを気軽に食べれる場所ってあんまりないと思ってるので、お家でやるのも大変だし、やっぱお母様方にお話聞くと、天ぷらやったとしても自分が家族全員分揚げて、ではい食べるよっていう頃には結構しなしなになっちゃってるみたいな話を聞くし、でもやっぱ天ぷらって揚げたてが一番美味しいと思ってるんで、自分がこだわってお客さんに伝えられたらいいかなと思ってますね。そうです。やめたいか。いろいろ悩みがあるんですね。さっき言ってたね、まさにね。農家さんのアスパラって全然違います。見てね。ああ、偶然の図って言うなよ。揚げおにぎりのいやしてない。それない。一番つまらないよ、それが。それでかぶった場合が一番つまらない。同じこと考えてて、3時、4時。好きなもの、苦手なものがあったら、全部。俺全部絶対食べたいから。あ、全部。じゃあ、全部で。しかも今日そうだね。そうですね。はい。その通りです。そのアスパラのやつも。行きましょう。すごいニュース。ありがとうございます。すごいニュース。元気だったら朝。なんでまず全身ね。で、俺が1半だし、1周すると半ぐらい。わかりました。ちょっとそれでも任せて。はい。ですからね、急いでないよ。ああ、まだ全然いいよ。全然。払うのいいし。あ、どうしたら中に置いてある。頼んだわ。絶対そっちが。俺はとりあえずいつもの2杯。いつもの2杯で、まあ、55で、天ぷら55ぐらいかな。ちょっと、任せたいよ。せっかくだったらね、そうですね。全種いく？そうしたら、そのアスパラのやつも、ちょっと素材でもう任しちゃうで。はい。天ぷら揚げるの最初難しかったりしなかったですか？難しかったです。今でも難しいです。温度管理と、液体の状態もそうだし、食材によってちょっと温度帯が違ったりするんで、入れる順番とかちょっと気にかけてますね。いろいろ多い時で10種類以上天ぷら置いてたりするんで、すごいいい脳トレになってます。なるほど。はい。うわ、いい匂いしてるわ。ありがとうございます。めちゃくちゃいい匂いしてるわ。最後分の天ぷらが追っかけていく。なんかあんだ。全部揃ってなくてまだ。全部食べればいいんだよ。とりあえず。まだ悩んでる。ありがとうございます。わあ、さすぎるな、マジで。あ、本当ですか。冷や。はい。と、これ。天ぷらです。ネギと出汁が入ってます。じゃあこのセットでお願いします。舞茸天と大エビ天。大エビ天で100円のお返しとですね、一番の番号札でお出しください。お待たせしました。はい、ありがとうございます。ぜひ揚げたてのうちに、つゆがちょっと甘めなので、おうどんには山椒一味、天ぷらにはフランスの塩が合いますので、よかったらかけてみてください。はい。
ごゆっくり。はい、ありがとうございます。この前言ってたこと大阪決定。もう決定。あとはもう今のってみたなんかめっちゃハード。やっぱ外で食べるあったかいうどんいいですか？最高です。天ぷら麺をいただきますね。でも4月から夏から本格的な。そうなんや。これすごいね。決まりましたらお伺いいたします。はい。シワ天とアスパラの春巻き。アスパラです。はい。同じやつで。同じやつで。はい。はい。一緒に2番の番号でお願いします。はい。ちくわで。柏とちくわで。ありがとうございます。300円お願いいたします。ありがとうございます。ちょうどいただきます。頂戴いたしますね。ごゆっくり召し上がってください。ありがとうございます。美味しいですよ。うまっ。もちもちですね。何回か来られたことあるんですか？いや、1回目でちょっと浜松から前からあるなと思ったんですけど、30時間やるって言ってすごいなと思って。今日仕事終わりとかですか？あ、そうですそうです。じゃあうどん食べに浜松から。そうですね。この前ラーメン食べてるんですけど、こちらも来ました。ありがとうございます。美味しいです。はい。天ぷらは何でもいい。これ山椒かけた方が美味しいですか？あ、本当ですか？1個入りなされるので、ぜひ遊びに来てください。ありがとうございます。やり方が。波セットで、もうナスと舞茸でお願いします。ナスと舞茸で、はい、ありがとうございます。激アツでお願いします。激アツでね、わかりました。どんどん熱さってやったらわかりますか？いただきます。あ、お待たせしました。これ山椒かけた方が美味しいですか？美味しいです。あ、本当ですか？お嫌いでなければぜひかけてほしいです。違います。激アツなんで。あ、激アツです。あ、熱っ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、こっちか。はい。今と昔と今と何か変わったこととか。出会った頃はほぼ別人だよね。顔色も全然悪かったし、すごいね否定的で責任感強いのは元からなんですけど、すごくネガティブだったんだけど、このトレーラーの商売始めて自分にお客さんがつくじゃないですか。雇われでやってた時よりもやっぱりありがとうございますの深さも全然違うわけですね。僕も同じことやってたんで分かるんですけど、すごく輝き出してるというか、まさに自分を取り戻した感じだから、本来の彼は今の姿だと思うんですけど、このトレーラーのなんかこうこだわりポイントみたいなのあったら教えてほしいんですけど。これはもう完璧に給排水能力が最大のやつでやってるので、中で簡単な仕込みができるんですよ。軽自動車でも牽引できるっていうところがあるので、牽引免許がなくてもできるし、どんな食材もどんな品目もたくさん扱えるっていうで、置いた形でも店舗としても使いやすいし、中めっちゃ広いで3人ぐらい男の人が入ってもね余裕でオペレーション組めちゃうぐらいなんで、まあ、とにかく安いんで。いくらぐらいからスタートなんですか？200万切ってるぐらいからのスタート、カスタムベースとして、あと自由にいじってくださいで、色も一色ですし、そのままでももちろん使えるようになってるし、副業とか起業とかって一大決心で始めないといけないじゃないですか。でも気軽にチャレンジしてほしかったんで、まあ、安くで始めるように開発しましたけど、夢花トレーラーってで検索していただけると。大村さんが第1号ということだったんですけど、いろんな使い方をお客さんにしてほしかったんで、こんな素敵なね屋台風に彼が示してくれたんでありがたかったですね。2回させていただけると。お待たせしました。ありがとうございます。写真撮っていいですか？ぜひ。美味しそう。写真撮るけど。もみじまんじゅう天ぷらとか、ゆず屋のあん巻き
天ぷらみたいな感じのイメージで結構甘じょっぱく食べれます。そのまま食べても美味しいし、うどんに入れてちょっと七味振って食べてもすごく美味しいです。皆さん最初こうって疑うんですけど、食べた後には美味しかったってわざわざ言いに来てくれるぐらい、ある意味知る人ぞ知るみたいな商品かなと思ってます。お待たせしました。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。いただきます。はい、ありがとうございます。アスパラ春巻きと、柏で。もう一個がボールとアスパラです。空いてる席だったらもうどこでも大丈夫ですよ。お待たせしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらご覧ください。失礼しました。かけるかける。あ、箸。美味しそう。美味しそう。冷やしうどんで、裏にしよう。両方ナスね。かけうどん。舞茸天とちくわ天で。ナスっていう方もいらっしゃいます。お待たせしました。ありがとうございます。まず冷やのナスとナスですね。ナスとナス。珍しい。ね、ナス2つって言えばいいのに。確かに。ナスとナスって言ったね。じゃあ温かいうどん、ちくわと舞茸ですね。ありがとうございます。いただきます。ごゆっくりどうぞ。決まりでしたらお願いいたします。波のセットを3つ、かしわ天とエビ天で、半熟卵とエビが2つか2本でいいよ。いいですか。ありがとうございます。あと2本です。あと2本で売り切れるアスパラが。よく食べに来てくれるお客さんの中で、ここの天ぷらだから食べれるみたいな、この舞茸だから食べれるみたいな、普段天ぷらとか舞茸とか食べられない方がこうわざわざ来て天ぷらとうどんをいっぱい食べてくれたりとか、すごい感動しましたね。それはお客さんとのコミュニケーションをこう取りながら仕事をするっていうところがこう自分の輝ける場所だなと思ってキッチンカーやり始めたんで、お客さんと店員さんの垣根はなるべく超えたいなと思ってて、いい意味で変な距離感ではなくて、あの人にまた会いに行きたいなっていう気持ちでもうどんにこう遊びに来てくれるっていうような人になるっていうのも目標で1個日々営業やってますね。じゃあ気さくに話しかけてもらうみたいなのが全然いい感じですね。はい、待ってます。お待たせいたしました。ありがとうございます。エビ、卵、エビ、卵、エビ、かしわですね。はい。すいません。はい、お待たせしました。ありがとうございます。卵、舞茸のちく卵ですね。こんにちは。